こんにちは。おもちゃのリサイクルショップトイプラネット伊勢崎店さんのポケモンコーナーに来ました。入り口入ってレジのすぐ前にあるコーナーなんですけど、やっぱね、ぬいぐるみがかなり目立ちますね。リザードンとかぬいぐるみで作るのすごい難しそうなのによくできてるね。ポケモンのぬいぐるみってやっぱりポケモンセンター限定のやつであったりとか、あとはやっぱ UFO キャッチャーの景品とか、その他ね、タカラトミーとかから市販されてるものとか、あと一番くじの景品みたいな、一番くじって名前かわかんないけど、くじの景品でもぬいぐるみ出てたりするんでね。これ身代わりぬいぐるみね。これがね、一時手に入りづらかったのよ。今はね、だいぶもう数売られてるから、こういうね、リサイクルショップとか中古ショップとかにも出回ってるけど、身代わりぬいぐるみってさ、例えば、ちょっと今日授業だるいなって時とか、自分の机の椅子に置いとけば身代わりになるよみたいなね、遊び方ができるっていう、一時話題だったよね。今もね、僕も、もう持ってるからあれだけど、すごい欲しかった時期ありますね。不思議だねだ。これもポケモンセンターかな。ポケモンセンター限定って言ってもね、結構数出てたりするからね。通販で買えたりもするしね。だから Amazon でも今ちゃんと公式のポケモンセンターの買えるんじゃなかったっけな。ポケモンセンターがちゃんと出してるやつ。Amazon 販売、Amazon 発送のやつ。あった気がしますね。で、こっち、カブトとかいる。コイキング、電流、メタモン、ミュウ、リザードン。これちょっとデフォルメされてる可愛いリザードン。最近なんかね、サイコソーダっていうシリーズの、ちょっと薄い青がかってる感じのぬいぐるみ可愛いんですよね。ポケモンセンターの。これあれじゃん。郵便配達海流。最初のミュウツーの逆襲、一番最初の映画に出てきますよね。最近もね、ミュウツーの逆襲エボリューションとかあったけど、それに出てくるね、お手紙を配達する、招待状を配達する海流ですね。なんか、海流、なんで登場したのかよくわかんないんだよね。戦闘とかには全く出てこなかったから、謎の海流ですね。結構グッズ化はされてるかな。指人形とかにもなってた気がする。ポケモンの指人形って言えばね、やっぱり、ポケモンキッズっていうシリーズがあるんですけどね。これウッディじゃん。なんか箱がすごい可愛かった。そう、こっちの方にね、ぬいぐるみ。ぬいぐるみだけじゃなくてフィギュアとか、こっちもぬいぐるみかな。こっちはちょっと小さいサイズのがかかってる感じかな、紐で。これリザードの進化前ですね。ちょっと赤が強いんだよね。赤色がね。カモネギ。いいね、懐かしのキャラたちがいますね。カモネギだよ。カモがネギショってやってきてるっていうね。カモネギ最近なんかメガ進化だっけなんかするよね。なんか最近アローラの姿とか翡翠の姿とかいろいろあるからさ、もうややこしい。あと知らないポケモンがいるんだよ、まだまだ。何このポケモンとか。ゲームやったんだけど、バイオレットもやったけど、殿堂入りまでしかやってないから、いまいちやり込めてないんだよね。すぐラジオのプレゼント企画であげちゃったからさ、やり込めなかったんだよね。あげるねよって話なんだけど。そうそう。で、これ今ね、やっぱ子供たちにはかなり人気みたいなメザスタですね。前はね、ガオーレとかいろいろあったみたいだけど、今はメザスタっていう感じになって、これタグって言われるのかな。星の数で大体強さ決まるのかな。今回こんな感じで詰め放題になってましたね。この袋に詰め放題でいくらみたいな。この辺の値段がついてないやつはね。懐かしのブラック、ホワイトのベストウィッシュの頃か。アイリスがいるからね。ベストウィッシュ。超見てたわ。ブラックホワイト僕やってたもん。高校生か中学生どっちだっけな。高校生ぐらいだっけな。の時にベストウィッシュっていうかブラックホワイトで僕やってましたよ。どっちやってたっけな。最初ブラックやったんだっけな。でここね、おなじみポケモンカードポケカ。だいぶね値段的には大暴落とかバブル弾けたとか言われてるけど、むしろ今買い時なんじゃないかっていう。中古屋さん、中古ショップとかリサイクルショップとかね、中古カードショップとかそういうところでシングル買いとかするにはすごいいい時期になってきたのかなって。当時ね、2万3万したカードが今はね、ほんと1万円弱で買えたりとか全然ありますからね。今逆にこういう中古で
カード買うの。まあ逆にね、パックも買いやすいけど、パック開けるよりむしろ中古で買っちゃった方が安いんじゃないかって時もあるし、逆にパック開けたいって人も多いと思うから、パックはすごいいっぱい出てるからね、買いやすいと思います。変幻の仮面とかも結構コンビニとか行くとまだあったりするし、まあその他他のちょっと前のやつとかね、黒煙の支配者とか、まあスカーバイのいろいろね、あるから、そうそう。買いやすくて、なんか、ポケモンカードファンとか、ポケモンファンには理想的な状況なんじゃないかなと思いますけどね、今。やっぱバブル起きてよかったよね。カードいっぱい増えたもんね。まあ、一時ちょっとカードに質が下がって、横線とか出ちゃったけど、まあ、そういうのがあったぐらいで。うん。ファン層もまあ広がったとは思うし、認知度も上がったでしょ。だからポケモンカードを、こう集めたり買ったりとか、あとまあ売ったりもそうか。する、ミスターサタンだ。ドラゴンボールヒーローズかな。売ったりするときに、なんか言い訳的な感じでさ、一応プレイのルールを覚えてさえいれば、売るのも OK みたいな、なんかルールがあるじゃないですか、なんか、世の中的に。いや、僕、プレイもするから別にカード売ったりするのもいいんですよ、みたいな人って結構多いから、その点でカードのプレイのこのルールを覚えた人も多いんじゃないかなと思います。ドラゴンボールヒーローズいいね。キャラが、これね、ドラゴンボールのカードね、すごいいいんだけどね、最近のドラゴンボールの新しいカードシリーズあるじゃないですか。ヒーローズじゃなくて。あれとかも全然絵柄いいんだけどね。まあでもアニメなんだよな。ウルトラマンキング。そう、ドラゴンボールヒーローズも全然絵柄いいから、ドラゴンボール好きは普通にノーマルカードとか集めるだけでも楽しいと思いますね。ちなみにね、こっちミニカーコーナーなんだけど、こちらレトロゲームコーナーですね。このトイプラネットさんの、その他カードのコーナーって僕結構おすすめです。これね、ゲームボーイプレイヤーだっけ？なんだっけ？なんか、ゲームキューブの下に取り付けると、アドバンスができるんだっけ？テレビ画面で。ってやつですね。ゲームギア。ゲームギアもね、なんか壊れてても大体なんか、コンデンサー変えると治るみたいなのありますよね。昔はね、ジャンクでも大体1000円ぐらいで手に入りやすかったんだけどね。最近はやっぱりゲームギア、ジャンクでも結構値段が張ります。まあ直せるって広まってるからかな。YouTube とかでもね、修理動画とか結構上がってると思います。アミーボ。で、スイッチ。スイッチ今ね、スプラトゥーン3ちょっとやりたいんだけどね、今からじゃ遅いかなとか思ってちょっとね、始められないですね。あと最近のマリオのマリオ VS ドンキーコングとか、ペーパーマリオの新しいやつとか、あとピーチとかも出てるじゃん。もうすごいやりたい。アミーボ。アミーボのフィギュアいいよね。ほんとよくできてる。よくできたおもちゃ。ゲームと連動するし。僕も当時ね、スプラトゥーン2やってる時はアミーボ買って読み込ませたりしたな。3はね、やってないんだよね。もう今からだったらもう4が出てからまた買うとかしかないかな。ポッチャマのスイッチケースだ。この辺はなんか周辺機器とかのコーナーになるのかな。で、こっちはもうザ・レトロゲームって感じで、もうこの辺なんかね、3DO ですからね。昔あった 3DO っていうゲーム機のソフトで。結構ファミコンとかはね、もうなんか明らかに値上がってる感じあるんだけど、ゲームボーイアドバンスとかは。3DO はね、なんか、レア感あるのに全然値上がらないから助かりますね。といってもまだ 3DO のウルトラマンパワーとね、手に入ってないんですよ。なんか500円ぐらいで買いたいなと思ってたんだけどね、もう今じゃ無理かな。で、この辺がベイブレードとかね、ボードゲームがあって、ナーフもいいおもちゃだし、今アメリカのね、ブーム後のなんかこう、売れ残りみたいなのがだいぶ日本に流れてるっぽくて、今っていうかだいぶ前から結構安く買えますよね。で、こっちがね、絵本コーナーとか、あとちっちゃい子向けのコーナーになります。はい、ということで今回の動画も以上になります。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していってください。評価ボタンやコメントよろしくお願いします。コメントもね、全部読んでます。最近頑張って返信もしてます。ということで今回は以上です。それではまた次回。バイバーイ。